ケビンはヴィアーと共に父をキンググループの CEO の座から引きずり下ろし、株主の支持を勝ち取り、自らがその後を継ぐことになった。その夜、ヴィアーは祝いのために夕食を手作りし、飾らない食卓を挟んで一生一緒にいると静かに約束する。地位や肩書きよりもその言葉の方がずっと重く胸に落ちていき、これでやっと守れる、もう二度と失わずに済むのだとケビンは初めて心から信じた。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。翌日、重要な契約のサインの席でヴィアーの携帯から着信が入る。胸騒ぎが走り、嫌な予感が理屈を追い越す。そして電話の向こうから聞こえてきたのはヴィアーの声ではなく、彼を拉致した犯人の冷え切った声だった。莫大な金を要求し、さらにキンググループから辞職しろと命じるその一言一言が、昨日までの幸福を容赦なく踏み潰していく。なかなか助けに現れないケビンをそれでも信じ続けるヴィアーの姿が痛ましく見えたのか、犯人は追い打ちをかけるように映像を突きつける。そこに映っていたのはケビンが裏で敵対企業と契約会談をしている姿、そしてヴィアー自身が父と会社の機密情報を語っている場面だった。ケビンがそんなことをするはずがないと信じているヴィアーは、その証拠を目の当たりにした瞬間、言い訳も祈りも全て奪われる。守られていると信じていた時間も、共に戦ってきた日々も、自分の意思で選び取ったはずの未来も、実は誰かの計算の上に乗せられていただけだったのだと初めて思い知らされる。信じていたからこそ深く崩れた。しばらくして意識を取り戻したヴィアーの視界に最初に映ったのはケビンではなく父の姿だった。やはり助けに来たのは彼ではなかったのだと、その事実が何よりも静かに胸を締め付ける。やがて回復したヴィアーはチンマーへと向かい、ケビンのいない生活を始める。一方のケビンはヴィアーを探すための情報を各所に流し、執着に行方を追い続ける。そして物語は現在へと戻り、彼はヴィアーを拉致し監禁するという最悪の形で再びその人生に踏み込んでいく。だがヴィアーがショッピングに行きたいと願い出ると、ケビンはしばらく沈黙した末に外出を許可する。ただし条件付きだった。自分の側近を同行させ、自由を与えたふりをしながら決して手の届かない場所へは行かせない。ヴィアーは従順な顔をしてうなずき、自分の倉庫バーへ向かう。懐かしい空気の中で側近に次々と酒を勧め、笑顔でグラスを重ねさせる。酔いが回り、警戒が緩み、視線が曇ったその瞬間、ヴィアーは静かに席を立つ。あと一歩で外へ出られるはずだった。しかしドアの前に立っていたのはケビンだった。その怒りは声よりも先に伝わる。次の瞬間、腕を強く掴まれ、引きずるように連れ戻される。再び手錠をかけられ、自由を奪われ、抗う隙も与えないまま押し倒される。愛していると言いながら支配でしか触れられないその手がヴィアーの体を強引に求めようとする。ヴィアーの涙が頬を伝った瞬間、ケビンの手が止まる。自分が何をしているのか、その行為がどれだけ取り返しのつかないものかをようやく突きつけられたように息を乱し、触れていた腕を離して遅すぎる謝罪を繰り返す。もはや愛や狂気という言葉で片付けられず、壊れているとしか言いようがない危うさをはらんでいる。後日、側近から話を聞いたケビンは一人でヴィアーの倉庫バーへ足を運ぶ。静まり返った店内には、かつて2人が幸せだった頃の写真がたくさん飾られていた。肩を寄せ合い、無防備に笑い、未来を疑っていなかったあの時間がそのまま壁に残されている。あの頃は確かに笑ってくれていた。その笑顔を自分の手で壊してしまったのだと噛みしめながら、ケビンは耐えていた涙をこぼす。だが家に戻ると、ヴィアーは静かにしかし迷いなく告げる。もうケビンを愛していないと。その一言は刃のようにまっすぐで、言い訳も余地も与えない。ケビンはしばらく言葉を失い、それでも次の瞬間にはその現実を受け入れる代わりに別の解釈へと逃げ込む。きっとヴィアーは心を壊しているのだ。自分を愛していないはずがないのだと精神科医を呼ばせる。愛が消えたのではなく病気なのだと、自分が拒絶されたのではなく彼が正常ではないのだと、
本当に治療が必要なのはどちらなのか、その問いはあまりにも明白なのにケビンだけが気づいていない。その光景はもはや滑稽という言葉では足りず、歪み切った愛の慣れの果てを突きつけられているようで、私は画面の前で息を止めたまま、この一連の出来事をどう受け止めればいいのか分からず、ただ固まるしかなかった。精神科医と向き合っている最中、ビアーがふと携帯を取り出し、リットに電話をかける場面を見た瞬間、私は反射的に電話があるならなぜ通報しないのかと真っ先に頭をよぎる。けれどその答えをビアー自身が口にする。まだケビンのことを心配してしまうのだという。彼は彼で自分を傷つけているようにしか見えず、放っておけないのだと。そんな風に思ってしまう自分こそ本物の大バカかもしれないと乾いた笑みを浮かべながら自重する。その言葉を聞いた時、私はまた別の意味で言葉を失った。ここまで見てきた限り、ケビンのしたことは事実として絶対的な裏切りであり、許される余地がどこにあるのか正直一つも見つからない。その後にどんな診断が下ろうと、精神の病が明確に示されようと示されまいと、少なくとも常人の私たちがその感情に自然に同期するのは簡単ではないはずだ。だからこそ、どういう状況ならビアーがケビンを許すのか、今の時点では全く想像がつかない。もし許さないまま終わるのなら、それはそれで一つの結末だが、そこには BL としての救済や再生の醍醐味が抜け落ちてしまう気もして、私は期待と不安の間で揺れたまま続きを見守るしかない。さらにケビンの計画に気づいたビアーの助手リットは単身でケビンの元へ乗り込む。激しい口論になり、やがてリットは全てをビアーに打ち明ける決意を固めて背を向ける。その瞬間、ケビンはとっさに鈍器を振り上げ、迷いなく彼の頭を殴りつける。生死はまだわからないが、あれは衝動というより嘘が暴かれることへの恐怖から出た行動だった。真実を葬り、このままビアーを騙し続けるための一撃にしか見えない。この事実をビアーはまだ知らない。だが物語が進めばいずれたどり着くはずの真実だ。それを知った上でなお許す展開になるのだとしたら、さすがに飛躍は大きすぎるのではないかという疑念が今の段階ではどうしても拭えきれない。愛や救済という言葉で回収できる領域をすでに踏み外してしまっているように見えるからだ。まだ物語は前半しか明かされていない今、ここまで徹底的に信頼を壊してしまって本当にこのまま収まるのかと不安になりながらも、どこかで大逆転があるのではないかと期待してしまう自分もいる。だから今は胸をざわつかせたまま続きを待つしかない。また次回お会いしましょう。ではでは。